ちは、あーです。今回はグリーンマックス製の JR 九州キハ220のセットを開封します。セットは3両編成の大分車となります。まずは開封して製品を見ていきましょう。方向幕などのシールが付属しています。真っ赤なボディが個性的な気動車ですね。1両ずつ見ていきましょう。3両とも同じキハ220の200番台です。大分側に来るキハ220の202、大分側はダミーカプラーです。紫外線カットの緑がかった窓ガラスが再現されています。久留米側は残念なことにドローバーとなっています。ここは TN 化を視野に入れておきましょう。続いてキハ220の210です。こちらは動力車となります。両側ともにドローバーです。そしてライト、テールライトは非装備となります。これは両端のキハ220も同じくドローバー側のライトは非装備です。そして久留米側のキハ220の205です。連結側はドローバー、ライト非装備の仕様です。この構成で残念なのは3両編成以外が楽しめないことですね。単行2連走行はライトなし、ドローバーむき出しを容認しないといけません。見た目を意識してセット構成以外の編成を楽しむには整備にコストがかなりかかってくる商品構成と言えます。とりあえず今回はドローバーを TN 化していこうと思います。なおドローバーは長短2種類封入されています。また先頭貫通扉用のホロも別パーツで封入されています。ホロは接着剤での固定となります。ボディ下に引っ掛ける他社方式にしてほしいな。ドローバーから TN カプラーへの交換方法は説明書に記載があります。適用する TN カプラーは JC25 です。ダミーカプラーは外すと元に戻せないようなので未加工にします。ただ今回は在庫がないため品番0337の汎用のものを加工して使用します。ではまずは車両を分解していきましょう。ボディを裾からこじって外します。ライトユニットは片側にしかありません。ユニットがない側はプリズムがあるので LED でライトを手軽に乗せられるかもしれませんね。次にスカートを前方向にスライドさせて外します。案外固定が硬いので破損に気をつけましょう。次はドローバー用のカプラーソケットを外します。
映像ではドローバーも外してしまっていますが、ドローバーがソケットに残ったままでも外せます。そして TN カプラーを取り付けます。ただ TN カプラーのソケットにはスカートを装着できません。TN カプラーのソケット両端の先がスカートに干渉してしまいます。そこで先端部分をカットします。これでスカートとの干渉は解消できますが、代償としてスカートをソケットに引っ掛けることができなくなります。やむを得ずここはゴム系接着剤でスカートを固定します。手元が映せていませんでしたが、床下に直接接着しています。TN 化加工を終えるとこんな感じになります。カーブでのボディ干渉もなさそうです。解決時にスカートが外れそうですね。扱いに注意しましょう。次は室内灯を組み込んでいきます。今回はタムタムさんの室内灯を取り付けていきます。グリーンマックスの車両はトミックス方式の室内灯です。室内灯はボディ屋根裏側に両面テープで固定します。終電スプリングと床上の終電板が接する位置に合わせるのが少し大変だったりします。ボディを戻して室内灯の点灯確認を行います。無事点灯確認できました。残りの車両も同じ整備を行います。次はホロを取り付けていきます。ホロはスカートにジャンパ線のモールドがある側に取り付けます。ホロはゴム系接着剤で固定します。接着剤固定は汚れそうで避けたいところが本音です。ホロは固定後に墨入れを行います。グレーのホロに黒の墨入れ塗料が入ると引き締まります。レイアウトに入線させて試運転を行います。レールが汚れていたのか、動力車は指で注意押ししました。
スのキハ220を整備していきました。やはり JR 九州の車両は惹かれるものがありますね。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。